今日はスノ V4 の新機能の一つ、リマスター機能を解説していくよ。リマスターは V さんの曲を V4 にリマスターする。そんな機能だと誤解してないかな。実は全然違う機能なんだよ。公式の説明がちょっと間違ってるんだ。V さんの曲を良くしようとリマスターを使っても、かなりの確率で微妙な結果になるはず。でも正しい仕様を理解して使うと、いろいろと便利な機能なんだよ。リマスターの正しい仕様を理解して、使いこなそうってのが今回の動画のテーマ。リマスターの解説のために必要だから、まずは音楽の制作工程を簡単に説明するよ。楽譜、音楽の設計図をまずは用意する。次に楽譜に従って音を演奏する。そして演奏した音を混ぜる、ミックスする。最後にバランスを整えて曲が完成するんだ。最後のバランス調整をマスタリングと呼ぶよ。この工程をやり直すのが本来のリマスター。でもスノのリマスターは全然違う。なんと演奏からやり直してるんだ。現実世界で例えると楽譜は同じだけど、歌手や演奏者は変更しますってレベルだよ。歌の上手い歌い手に変更したから、前の曲よりもすごい曲になります。スノ公式の説明はまさにこれなんだ。V4 で演奏し直すから前より良い曲になる。それが大きな間違いだってのは、音楽経験がない人でもわかるよね。だからスノのリマスターは説明とは裏腹に、曲を良くする効果はあまり期待できない。でも演奏からやり直すって機能は、それはそれですごい便利なんだよ。それじゃこの演奏をやり直す機能の便利な使い方を3種類ほど紹介するよ。その1、V4 が生成ミスした曲を修正する。まずはこの曲を聴いてみてね。リマスターをテストしたい、心の大細を試したい、新しい君がここにいる、思い出をまた蘇る。歌詞の発音の怪しさと金属音のうるささ、 V4 では本当によくある生成ミスだよね。それじゃこの曲にリマスターを使ってみるよ。クリエイト、リマスターを選択するだけ。 V4 の曲にリマスターを使うこともできるよ。むしろ V4 の曲に使った方が効果的だったり。それじゃリマスターした曲を聴いてみよう。歌詞の発音と金属音を聞いてみてね。リマスターをテストしたい、心の再生を試したい、新しい君がここにいる、思い出をまた蘇る。リマスターで演奏をやり直すことで、生成ミスをかなり簡単に修正できたね。ただリマスターは演奏をやり直すだけで、よりよく修正する力はないから注意してね。発音が修正されない場合もあるし、逆に別の場所の発音が変になることもある。元より良くなることも悪くなることもある。リマスターを使う時の大原則はこれだね。ちなみに発音の修正に関しては、歌詞をひらがなにすれば修正されやすくなる。エディット、ソングディティール欄を開いて、例えば再生を再生に修正すれば、歌詞修正後にリマスターを使うと、ほぼ確実に発音が修正されるはずだよ。でも歌詞の変更はできないよ。例えば再生を修正に変えても無視される。スノは歌詞情報を楽譜として管理していて、リマスターで演奏をやり直しても変わらない。でも日本語は同じ歌詞でも読みが変わる。その隙間をついた修正はできるってこと。それじゃ話を次に進めるよ。その2はエクステンドとかの不自然さの解消。エクステンドやリプレイスセクションを使うと、元の曲と追加部分の音が少し変わる。またサンプル曲を用意したから、まずは実例を聞いてみてね。この曲は最初はインストとして作って、後からエクステンドで歌を追加した曲だよ。
度で追加部分を作るとこんな風に、その前後で音がかなり変わることがある。リマスターで演奏をやり直すことでこの音の差を統一させることができるよ。君の声が聞いた夜、夢の中で会えるかも。星屑のダンスホールで再生ボタン押すだけさ。色褪せない思い出をディスクに刻む。元の曲と追加部分との音の差をリマスターはある程度解消してくれる。エクステンドやリプレイスセクションを使った時は最後にリマスターを使った方がいいと思うよ。まあ曲全体の演奏が変わっちゃうから当たりを弾くまで手間はかかるけど。さて最後に紹介する使い方はボーカル曲をインスト曲にする方法だよ。これは実例を見るのが一番わかりやすいね。次のサンプル曲をインストにしてみるよ。リマスターをテストしたい。心の再生を試したい。新しい君がここにいる。思い出をまた蘇る。このボーカル曲をインストにするためにまずはステム機能で歌を分離するよ。クリエイトステムを選択すると曲が歌とインストに分離される。でもこれでインスト曲はできないよ。なぜかは聞いてみるとよくわかる。ステムはインスト曲を作る機能じゃない。自力でリマスターする人向けの機能なんだ。ステムで分離したインストは単独で聴けるレベルの曲にはならないよ。でもこの分離したインストをリマスターしたらどうなるかな。ステムで分離したインストをリマスター。これでボーカル曲をインスト曲にできるよ。音楽経験者なら気づいたかもしれないけど、これって楽譜生成からやり直してるんだ。楽譜情報のない曲をリマスターするとスノは音楽を分析して楽譜を生成する。ステムすると楽譜情報が消えるんだろうね。そしてインスト用の楽譜が再生成できる。ちなみに音楽ファイルをアップロードしてそれをリマスターしても同じ挙動になるよ。スノが音楽を分析して楽譜にしてそれを V 音の音で演奏するって処理になる。リマスター機能のいろいろな使い方、3種類の実例を紹介したよ。公式の説明は間違っているけど別の用途では便利に使える機能なんだ。そもそも名前が誤解を招くんだよね。リクリエイト、再生成と呼んだ方が正しいような。誤解が解ければリマスターはいい機能だよ。いろいろな場面で試してみてね。それじゃまたね。